こんにちは、オズ D です。今回はサバイバル初期でも簡単にできる村人式自動収穫畑の作り方のご紹介です。必要な材料はこちらになります。ブロックや階段などは燃えるものも使用しないので、お好みの素材をご使用いただいても大丈夫です。植える作物はじゃがいもや人参で小麦にすると、村人同士の受け渡しがパンになるので注意。アイテム数は数え間違いもございますので、あくまでも目安として参考にしてください。では作り方の方へ移りたいと思います。今回の装置は縦12マス×横21マスの範囲で作成します。まず最初に縦方向に3マス穴を掘ります。今掘った正面側にラージチェストを設置します。チェストに接続するようにして、しゃがみながらホッパーを設置します。今設置したホッパーの上に接続するように、しゃがみながらホッパーを設置します。今設置したホッパーの左右に接続するように、しゃがみながらそれぞれホッパーを設置します。左右に設置したホッパーの手前部分から、横方向にブロックを9個設置していきます。反対側にも同じようにして、横方向にブロックを9個設置しておきます。真ん中のホッパー後ろから縦方向に、ブロックを8個設置していきます。今設置したブロックのこの位置から、ブロックを横方向に9個設置します。反対側にも同じようにして、ブロックを9個設置しておきましょう。背面側と正面側のブロックの角を開けた、9マス分にブロックをそれぞれ設置します。今設置したブロックの上部分すべてに、ガラスブロックを設置して高さ2段にしておきます。正面側の真ん中のホッパーの上部分に、植え付きでトラップドアを1つ設置します。今設置したトラップドアの両サイドにも、同じようにしてトラップドアを設置します。ブロックで囲んだ真ん中部分を1マス掘って、その中に水を入れてハーフで蓋をします。反対側にも同じようにして真ん中を掘って、水を入れて植え付きでハーフを設置します。ブロックで囲んだ内側部分をクワで耕して、すべて畑になるようにしていきましょう。反対側にも同じようにして、クワで内側を耕しておきましょう。耕すことができたら片方にはじゃがいも、もう片方には人参を植えておきます。植えることができたら村人を入れるために、どこか一箇所を仮で壊しておきましょう。壊した箇所からレールを設置して、村人がいる場所まで繋げていきます。この時連れてくる村人は子供から成長させた、インベントリガからの状態の村人にしましょう。ベッドとコンポスターを設置して、村人に紐付けて農民にしておきます。この時植えている作物と同じにしておくと、交易もできるのでおすすめです。村人の職業を固定しておくために、一度取引をしておいてください。そうすることでコンポスターやベッドを壊しても、農民のままで固定されてくれます。そうしたらコンポスターは壊しておいて、中のハーフの上に置き直しておきましょう。コンポスターの上にしゃがみながら、ブロックを一つ設置しておきます。今設置したブロックの各面に、それぞれ松明を設置していきます。そうしたら村人を押して畑に入れていきます。仮で壊したガラス部分を元に戻して、レールを回収しておきましょう。下の隙間部分からトロッコを壊して、仮で壊したブロックを元に戻しておきます。反対側の畑にも同じようにして、職業を固定した村人を入れていきましょう。二つの畑にそれぞれ村人を入れることができたら、真ん中のチェストの手前からレールを設置します。そうしたら無職でも何でも良いので、村人を連れてきて押していきましょう。レールは不要なので回収しておきます。チェストの上に乗っている村人を、体でチェストの奥まで押し込んでおきます。隣のガラスに仮ブロックを設置して、チェストの上に下付きでハーフを設置します。
仮ブロックとトロッコは回収しておきましょう。村人をすべて運び終えたら、ベッドは不要なので壊しておきましょう。あとは雷が落ちてウィッチ化を防ぐために、畑から少し離した場所に避雷針を設置します。これで畑自体は完成となり、あとは作物が成長すれば収穫してくれます。収穫した作物を真ん中の村人に渡すので、それをこんな感じでホッパーで回収します。回収された作物はチェストから回収できます。また農民は基本朝から夕方まで作業をしますが、たまにこんな感じで止まったりすることもあります。その場合は周りを少し自分で回収するか、農民を体で動かすと再度動いてくれます。夜は作業しないので動かないですが、昼でも作業しない場合は試してみてください。またこの畑の場合は小麦を植えてしまうと、農業自体は行ってくれるのですが、村人が小麦を渡さずにパンにして渡すので、パンがチェストに溜まってしまいます。小麦を自動で収穫したい場合は、こちらの動画の畑の方が良いですね。お好みに合わせて作ってみてくださいね。いかがでしたでしょうか？今回はサバイバル初期でも作りやすい、村人式自動収穫畑の作り方のご紹介でした。素材も村にもともとあるものを多く使用するので、集めるのも簡単で作りやすいと思うので、よかったら参考にして作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひともチャンネル登録と高評価もお願いします。また他にも色々な装置やトラップの動画もあるので、よかったら概要欄などからご覧になってくださいね。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。猫っ子